たった31ポンドで世界を変えた男たちがいた。1962年7月12日、マーキークラブでの初ライブ。ここが伝説の始まりだ。なぜ彼らは稼ぎ続けられるのか。経済の真実5選。1、起業家精神。2、ライブという体験価値。3、ブランドの長寿命化。4、物流の進化。5、ニッチ戦略。伝説は今も更新中。チャンネル登録をお願いします。街が消えた。1977年、ニューヨークが地獄と化した夜。7月13日。落雷による停電で900万人が闇に飲まれました。単なる停電じゃない。これは当時の経済的困窮が爆発した事件でした。被害額は電気代の130倍。略奪は1600店舗に及びました。暴動で保険業界は混乱し、インフラ企業の責任が問われました。不況下のニューヨークが晒した都市の脆さと恐ろしい教訓。歴史の闇、あなたは知っていましたか？知ってましたか？かつてアメリカには1万ドル札が存在し、今も価値があることを。1969年7月14日、アメリカは500ドルから1万ドルまでの高額紙幣の流通を突然停止しました。なぜ消えたのでしょうか。実はこの紙幣、一般の買い物用ではなく、主に銀行間の巨大な決済用でした。しかし、犯罪の温床になるリスクからニクソン政権がデジタル社会への移行を加速させるため、これを廃止したのです。驚くべきは現在。もし手元にあれば銀行で額面通りの価値で交換可能ですが、コレクターの間では、額面をはるかに超える高値で取引されるからなんです。物理的なお金の歴史が終わった瞬間の物語でした。また一つ賢くなりましたね。1983年7月15日、この日、日本の家庭の風景が永久に変わりました。任天堂が発売したファミコン。実はこれ、ただのゲーム機ではありません。現代のビジネスの教科書なんです。まず、本体を破格の14,800円で売ることで、ソフトで稼ぐ継続課金モデルを確立した。次に、家庭にゲーム専用の巨大市場をゼロから創造。おもちゃ産業を IT 産業へ変貌させた。最後は、外部メーカー参入を促すエコシステム。これが今のアプリストアの原点なんです。世界を変えたこの一台。あなたは遊んだことありますか？アルプスを貫く巨大な野望。なぜ国境に巨大な穴を掘ったのか？ 1965 年7月16日。イタリアとフランスを隔てていた標高4800メートルの壁が消えた瞬間です。モンブラントンネルの開通。それは物流革命の始まりでした。険しい山道が一瞬で経済の大動脈に変わったのです。しかし、面白さの本質はここにあります。国境を守りたい主権と効率を求める市場原理の激しいせめぎ合いです。物理的な境界を破壊し、欧州経済統合の未来を切り開いた歴史的瞬間でした。ディズニーランドは未完成です。1955年7月17日、アナハイムで全てが始まりました。実はこれ、体験経済の先駆けなんです。都市開発、顧客維持、垂直統合。進化こそが最強の戦略。想像力がある限り、進化は止まらない。1966年の今日、ジェミニ10号が打ち上げられました。巨額の宇宙予算は単なる無駄遣いだったのでしょうか？いいえ、それは現代のスマホや PC を生む投資でした。宇宙開発で進化した半導体技術が今のデジタル経済の心臓部なんです。60年前の挑戦が今の私たちの生活を動かしています。